こんにちは。ズボラ模型と申します。今回はね、ブルアカの時のガレージキットを作っていこうということで、せっかくブルアカなんでね、曲のアレンジをちょっとしたいなということで流していくんでお願いします。で、ガレージキット自体は結構ちょこちょこ作ってはいるんですけど、こういう美少女系みたいなやつは、結構久しぶりですね。5年ぶりぐらいなんで思い出しながら頑張っていこうかなと。で、今回原型の方がね、概要欄の方にリンク貼っておくんで、気になったらチェックしてみてください。こちらです。で、工程としましては、あんまりプラモデルとかと変わりはなくて、ゆくち、プラモでいうゲートの部分ですね。そちらを、ニッパーだったり、ナイフだったりで、ざっとカットしまして、で、それをヤスリで整えていくっていう感じになりますね。前半の工程って正直あんまり面白くないと思うんで、全然飛ばし飛ばし見ていってもらって全然構わないなって感じですね。で、今回4分の1なんですよね。胸像なんですけど、かなりスケールが大きいので、パーツがでっかいんですよね。なので、細かくて大変っていうことはなかったんですけど、結構全体こうやってやすっていくのが、体積がね、表面積が単純にでかいんで、結構大変でしたね。で、この行く地を作業していってやすっていく中でモールドがちょっと弱くなったりしたところを掘り直してあげたり、ちょっと複製でね、モールドがちょっと甘くなってるなってところをまた掘り直してあげるっていう感じの、ちょこちょこやってます。で、あんまり気泡そんなになかったんですけど、ちょこちょこある気泡を瞬着で埋めてあげたりって感じで、全体パーツ見ながら作業していく感じですね。でね、ヘイローがね、むずそうみたいな真鍮線通して、つなげていくって感じやと思うんですけど、立体パズルみたいでなかなか厳しそうやったんで、ちょっと早めに仮組みして、こんな感じかっていうのを掴んどこうかなと思いました。いや、きついっすよね、ヘイロー。作る側も、造形する側もしんどいんやろうなと思うし、ヘイロー、このキットは白レジンなんで、一瞬透明レジンで置換するかとかもちょっと考えたんですけど、さすがにだるいなっつうことで、塗装でちょっとそれっぽくなるように塗っていこうかなと思います。で、どんどん今軸打ちに進んでるんですが、軸打ちはなんて説明すればいいのかな。プラモデルみたいにがっちりはまるわけじゃないので、ある程度はまるようには作ってくれてるんですけど、それを穴を開けてそこに棒を通して、接続することによって、支えてあげるって感じのイメージですかね。で、これをガイドにして抜き差しも後からできるしみたいな感じでやってますね。で、今回このキットがこの水着みたいなインナーの状態とメイド服の状態、説明書の方にはどっちか選んでくださいって書いてあったんですけど、ちょっとさすがに脱がしたいでしょって言うと変なあれなんですけど、変な意味に聞こえるんですけど選択式ってよりは後からどちらのバージョンにも変えれるようにしたいなということで、軸打ち結構いろんなパーツを接着せずに軸打ちで支えるように、本当にプラモデル状態にして後から抜き差しができるように作っていこうかなという感じですね。で、細いパーツとかはね、どうしてもちょっと曲がっちゃったりしてる部分があるので、ヒートガンとかで温めて曲げてあげたりして、仮組みしていきます。で、そんなこんなで一旦組めましたって感じですね。曲がね、原曲 180bpm もあるんですよ。ちょっと激しすぎるんで、テンポ落としたバージョンをちょっと流しておこうかなと。時でこの曲っていう意見はすごいあると思うんですけど、すごくわかる。言いたいことはすごくわかるけど、この曲がすごいやりたかったんで許してほしい。で、一旦仮組み終わったんで、塗装に入っていきたいなということでですね、レジンのキット、ガレージキットは洗浄をしないといけなくて、キット自体に離型剤がついてるんですよ。薬品がついてると思ってください。で、それが塗装を弾くので、洗い流す必要があるって感じですね。ガイアのレジンウォッシュを使
使ってます。で、それにしばらくつけた後にマジックリンと水道水でそれを洗い流してって感じでやってますね。理系剤の落とし方って人によって違いすぎてやばいんですよね。で、これは普通に除湿機ですね。普通の家電の除湿機で、乾燥させてます。で、プライマーですね。これ下地にかけていきます。役割としてはサフみたいなもんで、これをかけて塗料を食いつかせてあげるよみたいなものですね。で、サフでもええんちゃうんって話なんですけど、白いレジンキットはこの元の白さ、透明感を活かしてあげて、サフレス塗装っていうのをしていくためにこれを使ってますね。で、台座は別にサフで透けなくていいので白さがサフを使ってます。肌色を塗装していきましょう。ラスキウスのクリアペールレッドに EX クリアをがっつり混ぜたものを影になる部分に拭いていきます。で、ラスキウスってこういう使い方じゃないっぽいんですけど、大昔のクリアオレンジとかクリアピンクを薄く拭いていくみたいな肌色塗装を昔からやっていたので、こういうやり方をちょっとやっていこうかなという感じですね。で、この胴体のパーツは別に上から色塗るんで、こう塗る必要はないんですけど、ちょっと久しぶりなんで練習がてらこんな感じでやってみました。それと同じく肌色部分はこんな感じで影になる部分に、シャドウの色をのせていって、で、その上に薄い肌色を重ねていこうかなと思っております。で、粘膜クリアっていうモデルカステンのすごい名前のエナメル塗料があるんですけど、病院かギニアスサハリンでしか聞いたことないすごい名前なんですけど、この粘膜クリアを、さっきシャドウを吹いたところよりもさらに、濃い影になるだろうなっていう、こういう耳の穴の中とかですね、そういう部分に、エナメル塗料なんで薄めて墨入れみたいな感じで、塗っていくっていう、こういうモールドを強調してあげようという感じですね。スケールが大きいので、こういう表現をしてあげた方が、面白いのかなと思ってやってます。で、その上にラスキウスのホワイトピーチをクリアで割ったものをかけていきます。肌色のメインって感じですね。さっきのシャドウ部分に拭いた色と、元々のレジンの白色をうまいこと両方残るように、肌色をつけていくことによって、リアルな陰影感みたいなものが出るんじゃないかなと。で、これがサフレス塗装ってやつですね。結構調子乗って拭いてたらすぐ濃くなるんで結構難しいですね。で、次に胴体の塗装ですね。ガイアのプリズムブルーブラック、面白い塗料なんですけど、これを吹き付けていきます。シャドウになる部分に、こんな感じで吹き付けて、で、このプリズムブルーブラックが黒から青に変更するみたいな感じに見える塗料で、すく水の色って僕は呼んでるんですけど、そんな感じでなかなか面白い表現ができる塗料で、その感じにこの時のインナーの感じが結構似てるというか、イメージがぴったりなんじゃないかなと思って使ってみました。結構面白くないですか？これやっぱ動画に撮ると分かりやすいですよね、この感じが。で、これ最後艶消したんですけど、あんまりね艶消さん方が面白かったんちゃうかなと思いながら、その上にちょっとね青みが足らなかったのでクリアブルーをかけていってます。で、このクリアブルーがちょっと黄色っぽいっていうか青っぽいというか赤みが足りない感じがしたので、いいんですけどね、パッと見こうやって動画で見たら別にこれでも良かったんじゃないかなって今見れば思うんですけど、赤みを足すためにクリアブルーにクリアピンクとかマゼンタとかを混ぜてちょっと赤っぽい青に振りました。色味はやっぱりこっちの方がいいですかね。で、その上にオーラパールシルバーとラスキウスのクリアホワイトを混ぜた塗料で、ライト側っていうんですかね、ちょっと明るい光が当たってる上の部分とかをこの白っぽい透明っぽい塗料で塗っていったって感じです。EX ホワイトとオーラパールシルバーをちょっとだけ混ぜた、白で、なんでしょうね、機械っぽいというかちょっと硬そうな部分の白色を塗っていってます。この肘んとことかですね。
まあ白そのままじゃなくてちょっとだけ青みを感じるようにしています。で、塗り分けをしないとなということで、さっき塗った肌色の部分にマスキングしていってますね。で、まあ他の部分、白だったり、先ほどの胴体の部分も同じようにマスキングで守っていくっていう感じですね。結構ね、マスキングしたくないんですけどね、できるだけ。まあさすがにガレージキットではしないとダメだろうなという感じで、結構頑張ってやってます。で、胴体のところの黒い部分を GX クリアブラックで上から塗っていきます。結構ね、このやっぱツヤツヤの状態が綺麗なんでね、ツヤでも良かったんじゃないかなと思いながらも、でもなぁ、みたいな。ゲームのイラストはツヤあるようには見えへんしなぁ、みたいな感じなんで、まあほんまにあれですよね、競泳水着っぽいイメージなのかなっていう、サラサラなのか何なのか。で、この上にパールを乗せてそういう表現をしていこうかなと、考えてます。このマスキングもね、結構うまいこと言ってよかったなと。気持ちいいですね。で、腕の黒い部分も同じく塗って、マスキングを剥がしていきますと。まあ、うまくいったところといかないところ、結構ね、半々ぐらいやったんで、うまくいってないとこは後から筆でリタッチしてって感じですね。まあ、この勢いでマスキングしたとこ今全部剥がしちゃってるんですけど、これ指のグローブと指の境目のとこ白色なんですよ。なのでこれ、今剥がさなくていいんですけど、完全に勢いで剥がしちゃってますね。やったぜって感じで剥がしてるんですけど、全然まだ塗り終わってないんで、完全にやらかしとるんですが、まあ、後々なんとかしましょう。で、髪の毛とか服の色をですね、ちょっとちゃんと調色しないとなと思ったんで、ゲーム中のスクリーンショット撮って、iPhone なんでね、色はまあ、これがなんとなくニュートラルと思っていいんじゃないって感じで、ちょっと iPhone 準拠で色合わせしていこうかなと思います。まあ合わせるって言っても、正直そんなに厳密にはやってないですけどね。まあなんとなくイメージでやってるって感じです。水色はいい感じの色ができたんじゃないかなと思います。で、ムーンストーンパールとクールホワイトを混ぜたもので、メイド服の白い部分ですね。布っぽい部分を塗っていってます。このパール感があるおかげで、ツヤを消した後に布っぽいサラサラした感触が出るんじゃないかなと思います。で、髪の毛ですね。さっき調色した色を塗っていってます。金髪ってね、難しいんですよね、結構。で、この時の金髪も結構色味がどうなんみたいな。なんか、金髪のシャドウ赤っぽくしがちなんですけど、なんかあんまり赤っぽくはなくて、このクリアゴールドとココアミルクとかを混ぜたりして、シャドウっぽい色を作ってるんですが、結構ね、これが難しくて、なんか、なんとも言えない色をしてるんですよね。その、なんとも言えない色を、このシャドウの部分に吹いていって、この毛の感じですね。毛の束のまとまりの感じを表現していってます。結構ね、肉眼で見るとね、色が結構違うんですよね。なんか思ったような色にならないな。なんか色がブレてんなーってことで結構さっきのクリアゴールドだったり、オレンジだったり、クリアホワイトだったりをいろいろ混ぜて、いろんな色を作って、また拭いたりって感じで調整していって、最終的にはまあ僕の目では結構似た金髪になってくれたんじゃないかなと思っております。で、リボンとかの水色部分ですね。結構下地が白レジンなんで発色もよく、すごい鮮やかなブルーでいい感じになってくれたと思います。メイド服の黒部分なんですけど、ここを水性ホビーカラーのブラックで塗って、拭き取りをしていこうかなと思ったんですが、結構ね、プライマーと相性が悪いのか何なのか、
あんまりこの水星ホビーカラーのブラックが食いつきが悪い、インペ力が低いのか食いつきが悪いのか、なんかね薄いんですよね。ちょっとあれかな、希釈も悪かったのかなっていう気もするんですが、結構こう塗り重ねないとここまで黒色になってくれなくて、ちょっとね塗るのがめちゃくちゃだるくて、それを他の全パーツにやっていくのがちょっと厳しいなと思ったので、一旦なんでしょう、拭き取りをしたい、絶対にしたいパーツは塗っちゃって、で他の部分はこうやってマスキングをして塗り分けをしていこうという感じですね。で、さっき拭き取ろうと思ってたパーツはこういう感じでキッチンマジックリンを浸した、ガイアのフィニッシュマスターとか、綿棒とかでもいいんですけど、それで拭き取ってあげるっていう感じですね。いや結構ね、この手法面白いんで好きですし、マスキングしなくていいっていうのがすごい楽で、僕は多用するんですが、塗るのに時間かかっちゃったら結局意味ないんで、ちょっと今回は、このパーツ、2つのパーツぐらいでやめとこうかなという感じですね。結構綺麗にいくでしょ。で、ようやく顔のアイペイントですね。苦手なんでなかなか僕はこういう作業が苦手なので、ゆっくり慎重にやっていこうかなという感じです。で、こういう細かい作業をしながら、ちょっとカメラのことを気にするっていうのが難しくてですね、顔が思いっきり映り込んでたりするんですが、それをちょっとカバーしながら編集しましたんでゆっくり見てもらえればと思います。作業どんどん進んでるんですが、これを下書きとして粘膜クリアで下書きをしていってるっていう感じですね。面相筆でラインを描いていって、こんなん一撃でこの綺麗なラインを引くっていうのは不可能なんで、できる人もいるのかもしれないですが、僕には無理なんで、引いた線を、エナメル溶剤を染み込ませたガイアのフィニッシュマスターで、整えていくっていう感じですね。このやり方が一番今現在主流なんじゃないかなと思います。結構ね、スケールが大きいんで顔でっかいんですよ。結構顔が大きいからなんとか見れる感じになってくれてはいます。7分の1とかね、その辺の普通の大きさのフィギュアは結構なんか厳しいですね、僕は結構しんどいなって感じで昔作業してました。あとエナメル塗料の扱いが下手で、単純に僕なんかうまいこと塗れないんですよね。なんでこのガイアのフィニッシュマスターで削り取る手法にはすごく助かっております。喋ることがなくなってきたな。アイペイント解説入れるとこ以外は黙っていようと思うんで、作業の工程自体が割と面白い部分だと思うので、ゆっくり見ていってもらえればと思います。
下書きがこんな感じで終わりました。まあ目線もほぼほぼ間違ってないんじゃないかなと思うので、下書きの上に塗装をしていきましょう。まずは、まつげの部分ですね。その部分の黒色を塗っていきたいので、目ん玉のところもマスキングゾルでカバーしちゃいます。まず赤を全面に塗りたくって、その上にグラデーションっぽくなるように黒色を塗っていきます。これ全部塗装はエナメル塗料ですね。で、動画撮ってなかったんですけど、一層一層これ削り取るために合間にラッカーのクリアを重ねていってます。で、ラッカーのクリアを重ねることによってこうやって下の、下書きを消さずに侵食せずに、削り取ることができるという感じですね。で、グラデっぽく塗った上塗りの部分をまた下書きに沿って形を整えていくという感じです。結構ね、目の黒目の部分かなが小さくて結構鋭い目になっちゃってるんですが、なんか昔からフィギュア塗るとき割と目ん玉ちっちゃくしがちで、まあそういう目が好みなんだろうなと、無意識でやってるんだろうなっていう気はします。まあ、若干設定より鋭い目つきにはなっちゃってるんですけど、まあそういう割と自分の色出せるのもガレージキットのいいとこじゃないかなと思ってるんで、そういう楽しみ方もありなんじゃないかなと。さあ、まつげ部分終わりましたね。で、このまま目ん玉の中を塗っていこうかなと思います。で、またエナメル塗料で調色した色を塗っていってるんですが、なかなかこのエナメル筆塗りが下手くそなもんでムラムラになっちゃうんですよね。で、まあなんとかいけんかなと思って頑張ってはみたんですが難しかったので、まあこれはエアブラシでいくかと。まあ筆塗りで頑張った部分をなかったことにして上からエアブラシで綺麗にしました。またそれを拭う感じですね。エナメル塗料で拭いてあげて、で、さらに白目を塗って、で、白目の影を塗ってという感じで、まあ、割と順調に進んでますね。思ったよりも順調で、やっぱり大きいスケールで良かったって思ってます。これね、やっぱちっちゃいのやとなかなかきつくて、なかなか進まないんですよね、僕。で、目の中の交際ですね。薄いブルーで塗っていってます。まあもうここまで来たらね、もう買ったようなもんなんで、最後にミスらないように慎重にやっていけばって感じですね。この辺まで進んでいくとだいぶ顔になってきたなっていう感じがしますよね。割とこの、なんでしょう、段階的に進んでいくのが好きで、アイペイントのね、YouTube で他の人のアイペイントの動画とか見るのも割と好きですね。
そんなこんなで、目が濡れたので、肌色の部分のね、ツヤを消したいので、目を一旦マスキングして守っていきましょう。結構ね、これが難しいですね。境目が、ツヤを残したい部分とツヤを消したい部分の境目をマスキングするので、結構慎重にいかないと難しい部分ですね。で、マスキングしたので、ツヤを消す前についでにすごい分かりにくいんですが、若干目元にメイク入れてみました。粘膜クリアで赤いチークなのか何なのか目元に化粧をしてます。そこそこそれっぽいんじゃないかなと。で、ツヤを消した後に、これ UV レジンですね。で、目をキラキラさせていこうかなということで、レジンをのせていってます。で、昔、割とこのレジンを目にのせる手法否定的やったんですよ、僕は。なんか、イラストとして目にハイライトが乗ってるじゃないですか、白い点が。ライトが乗ってるから、キャッチライトみたいなのが乗ってるから、物理的にこのツヤ感を出すのってどうなんみたいな感じで割と否定派やったんですけど、まあ、立体物はいろんな質感あった方がおもろいかっていうのに最近ちょっと変わってきまして、考えが最近はやってます。で、この目元にまた粘膜クリアで赤のラインを入れてあげて縁取りをしていく感じですね。本当に粘膜を表現するって感じです。で、ヘイローですね。これをテラクロームっていうかなりメッキっぽい塗料で塗っていこうと思います。どうしよっかなヘイローって思ってたんですけど、このメタリックを使ったキャンディー塗装だったり、その上にパールを乗せたりで、ちょっと不思議な感じを表現しようかなと。メタリックの上にミスターカラーの GX クリアブルーを塗って、外側の暗めの色のヘイロー。で、内側の明るめの色のヘイローにはガイアの、ターコイズブルーイエローかな。それでちょっと明るめの水色にしています。で、その次、台座ですね。黒く塗った台座の上にガイアのプリズムブルーグリーンを塗ってあげて、これもちょっと面白い表現ができないかなと思ってやってみたんですが、結構グリーンやったんですよね。思ったよりグリーンになっちゃったんで、ちょっと感覚が違うかなということで、クリアブラックをこの上にかけてツヤを消したって感じですね。で、どんどん細かい部分に突入していくんですが、二の腕の数字のなんでしょう、マーキングですね。で、これも最初マスキングで綺麗にいけるかなと思ったんですが、このマスキングを切る方がちょっとだるいなってことで筆塗りでなんとかすることにしました。一回アイペイント頑張ったんで、それと同じ要領で、まず線を引いてそれを削っていくっていう感じで、そこそこうまくいったんじゃないかなと思います。まじまじ見るもんじゃないから、このぐらいで大丈夫でしょう。で、カチューシャに黒いラインが入ってるんですよ。それを塗るのはちょっと厳しいなということで、長谷川のフィニッシュシート、それを細く切って貼っていこうという感じですね。で、これに関しては多分塗るよりもこれの方が綺麗にうまくいくんじゃないかなと思います。上からね、クリアで、定着させてあげれば段差もほとんど気にならずにうまいこといくんじゃないかなと思います。で、髪の毛のメッシュかなの部分を塗っていってます。結構この部分がどういう設定なのかわからなかったので、いろいろネットで画像を漁って、見よう見まねでやってるんですが、多分大丈夫だろうと思います。許してくれ、間違ってても。で、工作のところでね、紹介すればよかったんですけど、ここにネオジム磁石を仕込んで、接着しなくてもいいようにしています。これによって服装を切り替えれるようになってます。で、割と鬼門だなと思っていたヘイローの組み立てですね。真鍮線をガイドにして、そこに瞬着を流して固めていくって感じで作っていくんですが、結構難かったっすね、これ。結構大変でしたね。でも瞬着硬化スプレーないとマジで無理。瞬着硬化スプレーは神。最高。割と苦戦しながらも、なんだかんだね、割と綺麗にいってくれたんじゃないかなと思います。ただちょっと真鍮線が細すぎたのか、動かすと
プルプルするんで、あんまりそこは気にしないようにしましょう。いやー、長かった戦いもようやく終わりが見えてきましたね。最後は組み立てるだけなんで慎重に組み立てていきましょう。接着できるとこは接着がっちりしちゃって、後から服をね、コンパチしたいんで、外せるとこは外せるように接着しないでっていう感じで、組み立てていきます。結構この最後の組み上がっていく感じ楽しいですよね。この組み上がってる映像の後ろでちょっと後語りというかまとめみたいなことを喋っていこうかなと思います。この最終のね、全体のツヤ感なんですけど、基本的に服の部分、メイド服の部分とかはがっつりとしたツヤ消し吹いてます。ガイアのプレミアムフラットクリアですね。で、肌の部分だったり中のインナー部分は、ミスターカラーのラスキュースの、スムースパールコート、パールが入ったツヤ消しを吹いてます。これでちょっとツヤ感を変えてるって感じですね。であと肌はスムースパールコートによってちょっとキラキラした印象になってるって感じです。で、服が割とパリッとしたツヤ感で、インナーと肌は割と半ツヤよりのニュアンスなのかなと思います。そこの違いでね、割といい感じに見えるんじゃないかなと。で、キットはすごく組みやすかったですね。久しぶりにガレージキット自体はちょこちょこやってるんですけど、レジンキット、レジンの美少女ガレージキットを久しぶりに組んだんですけど、すごいやりやすかったですね。パーツがでっかい、スケールがでっかいっていうのもかなり追い風にはなったと思うんですけど、久しぶりにやった割には割とうまいこといけたんじゃないかなと思っております。そんな感じで最後完成見ていってもらえればと思います。